皆さんこんにちは。ドル旅第4弾ということで大分県へとやってきました。この企画は指定したスタートからゴールまで決められた予算内でどのような旅ができるか紹介する、そういった企画となっております。大分県は温泉が有名で、前にも大分 Vlog で紹介しておりますが、その時に紹介できていなかった湯布院を今回はピックアップしていきたいと思います。日本には春夏秋冬と四季がありますが、今の時期は秋ということで僕の中では一番好きな季節です。気温も下がり涼しくなってきたということで、温泉に入るのもすごく気持ちのいい季節です。そんな大好きな温泉にも入りたいですし、後ほど詳しくお話ししますが、持病の方が少し悪化しているということで、今回の旅のテーマは癒し。この日の円相場が1ドル146円だったので、1泊2日を300ドル、日本円で43,800円で旅していきます。この動画では湯の平温泉にあります癒しの宿高翔さんにも撮影のご協力をいただきました。これまで西日本すべての都道府県を旅してきた中でもトップクラスに素敵な宿となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、大分空港が今回のスタートとゴールなので、ここからレンタカーを借りて湯布院へと移動していきます。大自然の中、車を走らせておりますが、今向かっている湯布院は大分県の中でも温泉が有名な場所です。ただ今回は宿に着いてから温泉も存分に楽しみたいので、お昼ご飯も兼ねて食べ歩きを楽しんでいきたいと思います。しばらく車を走らせて湯布院へと到着しました。ここは湯布院駅周辺となるんですが、この辺りにもたくさんお店があって食べ歩きを楽しむことができます。実はここ湯布院に遊びに来るのは多分4回目ぐらいなんですけど、結構多いですよね。駅周辺もお店がありますが、ここから少し行ったところに金鱗湖という湖があるんですが、その周辺の方が食べ歩きをするにはお店も多くて僕は好きなので、今回は金鱗湖周辺で食べ歩きをしていきます。金鱗湖へとやってきました。先ほどの湯布院駅から金鱗湖まで歩くと20分ぐらいかかるので、僕は今回金鱗湖周辺がメインということで車で移動してきました。歩いて20分くらいなので全然歩けないこともないですし、湯布院駅からここ金鱗湖にかけてまでもお店がずらっと並んでいたりするので、歩いても全然いいと思います。車で行く場合は金鱗湖の表側になると、それこそ食べ歩きとかで人がめちゃくちゃ多いので、車で通るにはかなり高度な技術がいります。ただし裏から行くとすんなりと駐車場までたどり着けるので、裏から行くのがおすすめです。ここからは金鱗湖周辺の街並みと食べ歩きの様子をお届けしていきます。そちらの映像を楽しんでもらいつつ、冒頭でも少し触れましたが、現在の病状についてお話をさせてもらえたらと思います。長くこのチャンネルをご覧くださっている方はご存知かと思いますが、僕は現在3つの病気と闘いながら生活をしております。初めて病気になったのは約5年前。それから受けれる治療はできる限り受けてきました。その甲斐もあって持病の一つであるコリン性ジンマシンという病気は順調に治療も進んでおります。この病気は体が少し熱くなってきただけで、汗をかいただけで頭から足先までの体全身に非常にかゆいジンマシンができてしまうという病気です。毎日飲み薬で発症を抑えつつ、有効的な治療がサウナということで、当時は嫌いだったサウナに週に1回通うようになり、5年間それを続けてきたので、ようやく効果も現れてきて、薬を飲まなくても前よりジンマシンが出にくくなりました。まだ完治と呼べるまでは治っておりませんが、病気を患った当初に比べるとかなり改善されてきております。この病気がきっかけで趣味でやっていたバスケットボールをやめることになり、薬がかなり強力なので自動車の運転制限があったりと悔しい思いもしてきたので、もしかしたら完治するかもしれないという希望が見えてきたのは、治療を続けてきてよかったなと思っております。一方で群発頭痛という病気も患っておりますが、
こちらがなかなか厄介で苦戦しております。こちらの病気は群発期という期間に入ってしまうと激しい頭痛が襲ってくるという病気です。世界三大激痛の一つとして知られており、あまりの痛さに精神的にもダメージが大きく、自ら命を絶ってしまう人が絶えないということで、別名自殺頭痛としても有名です。発症時期や発症期間は人それぞれになるみたいですが、僕の場合は最初は飲み薬が効いていたので、半年に1回の群発期が2週間から3週間でした。しかし同じ薬をずっと飲んでいたので、だんだんと効果がなくなってきて、約5年経った今では3ヶ月に一度発症し、1回の群発期が2ヶ月と悪化しております。すべての飲み薬をこれまで試してきて、効果が出ては飲み続け、効果がなくなるとまた新しい薬を試す、これを繰り返してきましたが、現在はもう飲む薬がない状態まで来てしまいました。再発時には自宅に高濃度酸素の機械を借りて、痛みをごまかしながらひたすら耐えるしかありません。現在は新しい予防薬として月に1回の自己注射も始めておりますが、即効性があるわけではないので、これが今後効いてくるかはまだ分かりません。もしこの自己注射が効いたら、同じ群発頭痛で悩まれている方もいらっしゃるかと思いますので、またそちらの情報も出していきたいなと考えております。病気に絶対負けたくないという思いから、病気に負けず仕事と両立しながらこのチャンネルを続けてきました。いずれは薬が効かなくなり、新しい治療へ変わっていくというのはお医者さんから前々から言われていたので、自分でも分かっていましたし、人よりも病気の方に時間とお金がかかってしまう、これはもう十分に理解しているつもりでした。なので YouTube を始めたというのも正直なところです。ただ予想よりも病気が悪化しているので、今後このチャンネルを続けていけるかは現状わかりません。このチャンネルを始めてもうすぐ1年経ちますが、何もわからない、技術もない状態から始めて、思うような動画が作れなかったり、いろいろと苦戦しながらも本当にがむしゃらにやり続けてきたので、もう1年経つのかというのが正直な感想です。そんな中、こうしてご覧くださっている方がいて、皆さんからの高評価やチャンネル登録、コメントが自分にとっては YouTube を続けていくだけでなく、生きていく上でものすごいモチベーションになっております。今では快く撮影のご協力をしてくださる方がいたり、チャンネル自体も再生回数やチャンネル登録者数も伸びてきています。せっかく週に1回の動画投稿を続けてきて、少し伸び始めたこのタイミングというのが本当に悔しいですが、何をするにしても体が資本なので、まずは時間もお金も一度治療の方に優先して使いたいと考えております。そういった決断をしたので、悔しい気持ちがなかなか消えずにずっと自分の中であったので、今回は癒しをテーマに旅をしております。療養期間についてですが、新しく始めたこのドル旅という企画は、視聴者の皆様からリクエストいただいた場所を中心にお届けしています。5カ所に絞って旅をしていきますと言ったので、ここ湯布院の紹介ともう1カ所で5カ所になるので、そこまではこれまで通り配信する予定です。それが終わってからいつまでになるかは分かりませんが、一度療養に専念したいと考えております。しばらくお休みをいただく形になりますが、絶対に元気になって戻ってきますし、まだ西日本の紹介が終わっただけで、自分が立てた目標まで全然到達していないので、目標を達成するための道中ということで一度療養に入ります。休むこと自体は非常に悔しいですが、気持ちは前向きに、戻ってくる時にはパワーアップして帰ってくるようにしますので、チャンネル登録はそのままにしてもらって復帰を楽しみにしていただければと思います。必ず病気をぶっ飛ばして帰ってきます。ということで、近隣湖周辺の食べ歩きの様子をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと病気の話をしてしまったので、なかなか内容が入ってこなかったんじゃないかなと思いますが、旅する病人ということで
これがリアルな現状なので、そこは理解していただければ嬉しいです。さあ、今回の旅のメインとなります癒しの宿高尚へとやってきました。もうこの入り口から素敵な宿というのが伝わってくるんじゃないかなと思います。こちらの高尚さんなんですが、江戸時代から続く古き良き旅館を大幅に大改修を行ったということで、歴史を感じる風格のある宿となっております。またこだわりの素材を使用した料理は豪快かつ繊細で、福岡県の博多や東京都の銀座にも割烹料理屋を構えているので、非常に美味しいです。これから客室へと向かいますが、今回の旅のテーマが癒しなので、癒しの宿高尚ということで、今回の旅にはもうもってこいの場所となっております。今回はこちらの松陰という客室へと宿泊させていただきますが、今から中を見せるんですけど、めちゃくちゃいいです。歴史を感じれる古き良き旅館ということで、まさにその言葉通り素敵な空間となっております。見てください、これやばいでしょ。先ほど病気の話をしましたが、そのことも忘れてしまうくらい本当に素敵な空間ですでに癒されております。こんなに素敵な旅館に泊まることはなかなかないんですけど、こういう素敵な旅館は嫌なことがあったり落ち込んだりした時に来るとより一層身に染みます。今回の旅のメインということで3時のチェックインに合わせて来たので、これから存分にここ高尚さんで癒されていこうと思います。まずはお部屋の中を今紹介しておりますが、なんと客室に宇宙までついております。ここは何時でも入れるので、晩ご飯をいただいた後夜に入っていきたいなと思います。この外の雰囲気もめちゃくちゃ素敵ですよね。歩いてるだけで癒されますし、夜になるとまた一味違った美しさがあるので、そちらは動画の最後でお見せします。まだ晩ご飯まで時間があるので、お部屋の中にも宇宙がありましたが、別の場所にサウナと温泉もあるので、これからがっつりとサウナと温泉を堪能していこうと思います。サウナで整い、湯加減も最高の温泉に入って万全の状態でこれから晩ご飯をいただきたいと思います。晩ご飯と明日の朝食はこちらの本館にある個室でいただくことができます。完全個室なので、家族やカップル、友人、どの場面でもプライベート空間で美味しくいただけます。今回はこちらの本田というお部屋でこちらの料理をいただいていきます。これから料理の映像も流していきますが、右側に自家製明太2種盛りと書いておりますが、僕明太子めちゃくちゃ好きなんですよね。でめちゃくちゃ好きなのでこちらなんですけど、本当に今までいろいろなところの明太子を食べてきました。結構有名なところのやつもお取り寄せして食べたりとかしてきたんですが、これ本当忖度なしで言います。今まで食べてきた明太子の中で、ここ高尚さんの自家製明太子が一番美味しかったです。でこちらもサバの刺身がメインとなるんですけれども、サバも鮮度が良くないと刺身で食べれないんですよ。だからしめサバとか焼きサバとかサバの味噌煮ってよく聞くと思うんですけど、おそらくサバの刺身がスーパーに売ってることってないと思うんですよね。そのぐらいサバは鮮度が大事なんですよ。それもこちらの高尚さんではいただけるということで、いかに鮮度が素晴らしいかっていうのが今の説明で伝わったんじゃないかなと思います。でまた明太子の話にちょっと戻るんですけれども、こちらの自家製明太子は高尚さんの公式ホームページから買うことができるので、僕も実際に帰って高尚さんの明太子が食べたいなってなってしまって、もう買ってしまったんですけど、皆さんもですね、ぜひ気になったらこちらの明太子ぜひですねお取り寄せしてみてください。
おすすめは全種類僕いただいたんですけど、柚子が好きな方は柚子明太がめちゃくちゃおすすめです。多分白5杯が53杯はいけます。どっからその数字が出たかちょっとよくわかんないんですけど、その他の料理もですね、本当に銀座や博多に割烹料理屋があるということで楽しみにはしていたんですけど、想像をはるかに超えてくるぐらい美味しくて、素材のこだわりもすごかったですし、料理の方も豪快かつ繊細で、もう本当に言うことなしです。最高でした。僕がこういった旅館を探す時っていうのは、もちろん一緒に行く友達とですけど、料理をメインにするのか、もしくは温泉をメインにするのか、または客室をメインにするのか、こういったところを基準として決めていくんですが、なかなかこれ全部揃ってる宿ってないんですよね。例えば温泉はめちゃくちゃ良かったけどちょっと料理が、微妙だったねとか、逆に料理はめちゃくちゃ美味しかったけどちょっと温泉がしょぼすぎたねとか、そうなることが結構多いと思うんですけど、ここ高翔さんはですね、全部完璧でした。悪いとこ見つけれなかったんで、ぜひですね行って見つけてほしいぐらいです。多分見つからないんで、そのくらい今までいろんなところに旅行してますけれども、その中でもトップクラスに良かったっていうのは、そういったことが今回理由で僕はトップクラスと言わせてもらいました。ちょっとあまりの良さにですね熱くなってしまったんですけれども、最後にこちらのデザートをいただいて、夜の高翔さんの風景をお届けしながらエンディングにしたいと思います。今回の旅のテーマは癒しということで、大分県の湯布院で食べ歩きをして、こちらの湯の平温泉にあります癒しの宿高翔さんをメインにお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。途中現在の病状についてお話をしたので少し暗い感じになってしまってすいませんでした。病気に左右される人生というのは正直嫌です。でも病気に限らず嫌なことがあるから楽しいことがあったり、それが人生かなって思ってます。人よりも病気で辛い思いをした分は乗り越えた時に必ず自分にとってプラスになると思ってますし、もうここ高翔さんでしっかりと癒されたので、僕自身は悔しさはもちろんありますが、気持ちの整理はできています。まだ療養期間に入るまでに数本は動画投稿しますし、あくまで目標を達成するために一度療養に専念するだけなので、このチャンネルを終わらせる気はありませんし、絶対に元気になってパワーアップして帰ってくるので、応援していただけたらと思います。チャンネル登録がまだの方はこれを機会にチャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた来週。